はい、こんにちは。和之助と申します。今回はですね、キーボードのご紹介です。こちらユンジーという中国メーカーのコンパクトなメカニカルキーボードです。そして今回こちらメーカー様からご提供いただきレビューさせていただきます。私普段からメーカーや国内外問わずいくつかのメカニカルキーボードを使っていますが、最近の中国メーカーのキーボードって結構出来がいいものが多いので、こちらのレビュー依頼も受けさせていただきました。そして1週間ほど使わせていただいてこの動画を出していますが、結論を一言で言うとキーボードのスペックとしては申し分ないです。なので単純に見た目重視で購入しても後悔することはない製品だと思います。とはいえコンパクトなキーボードということで注意点なんかもあるので動画内でお伝えできればと思います。それではこちら期待しつつレビューしたいと思います。あとこのチャンネルではガジェットやパソコン関係の動画を上げていきますので、もしよろしければぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。ということで箱には X71 と書いてありますが、こちらが製品名となります。その名の通り71個のキーで構成されたフルサイズの 68% サイズのコンパクトなメカニカルキーボードです。それでは箱の中身を見ていきましょう。箱を開けるとまず最初に予備のキーキャップが入っています。そしてお次はカード型の何かが入っていましたが、こちらはマニュアルですね。日本語と英語と中国語に対応しています。そしてキーボード本体を取り出します。本体はしっかりと厳重に梱包されています。裏側もちゃんと傷防止用にペリペリが貼ってありました。ということで本体ですが、ファーストインプレッションはとにかくクリアですね。後でじっくり見ていきますが、中の基板は完全に白になっていて、それを覆うキーキャップと外装は完全にクリアで統一されています。そして最後に小さい箱が入っていたので、こちらも開けてみましょう。この箱の中には有線用の USB ケーブルとキーキャップ外しが入っていました。透明で気がつきませんでしたが、よく見たら替えのキースイッチも2つ入っていました。静音性が高いというクリスタルアイス軸となります。ちなみにケーブルですが、硬くもなく柔らかくもなくといった感じですね。マウスとかだと布製の柔らかいのがいいんですが、キーボードなので必要十分な柔らかさだと思います。ということでちょっと暗かったので移動します。前の動画で自作したゲーミング PC が程よいライティングになって意外と動画撮影用に役立ってます。普段使いでも眩しくないのでデスク横のゲーミング PC は結構おすすめです。はい、それでは外観見ていきましょう。このクリアな見た目とは裏腹に作りがしっかりしていて、持った感じずっしり重量感もあります。そしてこのキーボード71個のキー配列で非常にコンパクトなんですが、文字変換とかで結構使う F1 から F12 のファンクションキーがありません。私ファンクションキーがないキーボードって実は初見だったので、今回提供していただくにあたって使い勝手の部分で少し調べたところ FN キーとの組み合わせで解決できるということで、心配はないだろうということでこのレビュー案件を受けることにしました。そしてこのキーボード用途としては速い操作が求められるゲームではなく、普段使いでコンパクトなキーボードがいいという方向きのキー配列だと思います。ただこのメーカーさんいろいろキーボードを出していて、ファンクションキーがある X75 っていう82個のキー配列のキーボードも出ているので、ゲームをやる方はこちらのキーボードがいいと思います。それでは裏面を見てみると、こちらも白とクリアで統一感がありますね。ここでも一点気になりましたが、珍しく高さ調整の足がない仕様となっています。一応角度はついていて慣れれば問題ないとは思いますが、残念な点ではあります。この辺が気になる方は先ほど話した X75 であれば高さ調整ができるので、こちらをおすすめします。他にもラインナップがあるので、ファーストインプレッションでこのキーボードが気に入った方であればユンジーのキーボードはすごくおすすめです。続いて後ろ側を見てみるといろいろとありますが、右から Windows と Mac の切り替えスイッチ、真ん中は有線用の USB Type-C 端子、左側には Bluetooth と 2.4GHz ワイヤレスと有線の切り替えスイッチとなっています。一番右側に刺さっているのは 2.4GHz ワイヤレス用の USB アダプターです。使わないときはなくさないように本体に挿しておきます。そして重量も測ってみました。981g ありました。約 1kg ですね。個人的にキーボードはこのぐらいの重量があった方が安定するのでいいと思ってます。はい、では実際に使ってみたいと思います。
ケーブルを挿すと電源が入って早速 LED がつきました。デフォルトはレインボーですが、光り方とか単色とかの設定もちゃんとできるので後で試してみたいと思います。光り方はクリアで透明なキーボードとマッチして個人的には好みの光り方です。そしてこの LED を生かしてボルトプラス FN でバッテリーの容量の確認ができます。デフォルトだと割と強めの光なので真っ暗な部屋で使うと若干眩しいかもしれないんですが、そういった時は明るさの調整もできます。あとレインボーカラーだと眩しい気がしますね。いろいろと光り方を変えられるので試してみましたが、単色設定であればそれほど眩しくはないと思います。個人的にはホワイトがおすすめです。カメラ越しだとピンクっぽく見えますが、ちゃんとホワイトで実際はかなりクリアなホワイトに見えてます。あととにかく色のパターンは豊富にあって、パターンの変更とか色の変更などはよくある専用のアプリケーションではなく、全てキーボードで完結します。専用アプリケーションってダウンロードがめんどくさかったり、突然配信元からダウンロードできなかったりする恐れがあるので、個人的にキーボード操作で全て完結できるのは好印象でした。あと珍しいのがこのキーボード、サイドも光らすことができるのでちょっと光らせてみました。この機能は結構珍しいんじゃないですかね。こんな感じでキーボード部分はあえて控えめにしてサイドを強調するなんてちょっと変わったこともできます。それではタイピングして打鍵音を聞いてみたいと思います。メカニカルキーボードってカチカチ音がするものがありますが、こちらはその中でも静音タイプになります。キースイッチはクリスタルアイス軸といって透明度も高くて静音性も高いのが特徴のキースイッチです。メカニカルキーボードってグレードやメーカーによってはタイピングした時に底をつくような感じと金属音が気になるものがあるんですが、そういったストレスもなく快適に使えます。冒頭でも少し話したファンクションキーがない件についても試してみました。一つの例としてひらがな入力したものを半角変換する場合、通常 F10 を使いますが、その場合 FN プラス0で代用する形になります。普段使いは特に問題ないですが、ゲームで使う場合はやはり難しいと思います。なのでゲームで使うことを考えている人は先ほど話したファンクションキー付きのモデルをおすすめします。ということで今回はユンジーのキーボード X71 をご紹介しました。私実際1週間くらい使ってみてこの動画を出していますが、キーボードの性能としては普通に価格以上の出来だと思います。ただなんだかんだ言ってもこういったガジェットっていかに見た目が気に入ったとかっていうのが重要だと思うので、直感的に見た目が気に入った方は購入しても損はないと思います。もちろん性能面もポテンシャル高いので、ツボにはまった方には十分所有欲を満たしてくれるキーボードだと思います。それではこの動画は以上となります。今後もガジェットやできるだけ分かりやすくパソコン関連の動画を出していきたいと思いますので、もしよろしければ高評価とチャンネル登録お願いいたします。それでは以上となります。ご視聴ありがとうございました。